バター餅です。で、バター餅っていうからめっちゃこってりしてて、バターがすごいのかなと思いきや、意外とね入ってる量は少なくて、でも風味は残ってて柔らかくてっていう感じです。和だねって感じ。ちゃんと和菓子で、ちょっと片栗粉どう頑張っても飛び散っちゃうんで、今回はこのままいかせていただきます。すいません。でもやっぱ郷土料理というか地方のお菓子らしさありますね。こうバターが入ってたりするにもかかわらず、和のなんか懐かしい感じの味ですね。でこれ今回餅4個でやったんですけど、3個でもよくて、で3個の場合はちょっと甘さ減らすぐらいで、他の分量大体同じでよくてなんですけど、その分やっぱバターとか卵黄の比率っていうのは高くなるんで、よりこってりとしますね。4個がやっぱちょうどいいというか、バター餅らしさ出るんで、僕としては3個よりも4個の方が美味しいかなとは思いました。でも食べててちょっとくどくてバター濃いなみたいな。なのでその場合はちょっとバター 8g とか、1個 8g で売ってるバターもあるんで、そういうのを使ったりしてもいいのかなというふうには思いました。で、どういう味かっていうと、その3個で作った時はホットケーキとか作る時の混ぜた粉をそのまま食べてる感じの味。ただ4つにしてからはよりこの牛皮っぽさが増えて、結構雪見大福の味、バニラっぽさというか、このバターの風味、卵黄の感じがアイスを包んでるような雰囲気がありつつ、この餅の米の風味とかっていうのがちゃんと出てて、すごいね、なんか遠くの方に雪見大福を感じるバニラ味餅みたいな感じで、すごいいいね。割と素朴、結構素朴。砂糖大さじ3のラカント大さじ2とかでもいい。もうちょっと甘くてもいい。気持ち甘さ控えめっぽさがあるかな。やっぱ雪見大福感じるな。やっぱ年末年始といえばお餅1袋でっかいの買って食べて飽きちゃって、その持ち越して翌年食べるとかあると思うんですけど、実際僕も実家でもらったお餅まだ残ってて、そういう感じでちょっと余りがちなお餅をこういう風に変えて食べてみても楽しいんじゃないかなということで、これずっと食べてみたくて、バター餅で、あとボウル洗うの大変そうに見えますけど、水溜めとくと結構すぐに餅ふやけて、割と簡単にスルスルと取れて洗えるんで、洗い物は別に大変じゃなかったですね。それよりもこっちの方が大変ですね。めんどくささで言えばね、飛び散るんで。というわけで今回はバター餅を作りました。めっちゃ簡単でいいと思います。今年も1年ありがとうございました。ではまた。